原音 T 弾。はい、また原音 T 弾の時間がやってまいりました。さて次のお題は何でしょうか。これは面白いですね。独断と偏見ランキング、私の選ぶ交響曲ベスト5。たまには中川さんからいきましょうか。順番として5つってどういう順番ですか？順位で5位4位。じゃあ5位4位、じゃあ5位から。はい、第5位。5位はね、僕はね、ショスタコービッチの14番、作品135で死者の歌っていうのがあるんですね。これは渋いですね。もうショスタコービッチでも晩年ですけども、本当にで声楽と、アルトバリトン、ソロの声楽と、あと打楽器弦楽器だけのオーケストラ、でそれで非常に豊かなオーケストレーションを、もうシリアスなテキスト、11楽章ある中でシリアスなテキストで、その音色の変化を弦楽器と打楽器だけでやって、それはなかなか秀逸だと思いました。で5位で、次4位、これはデュテュー、アンリ・デュテューの、1番 2曲あるけど1番のシンフォニー、パッサカリで始まるやつ、あれが非常に好き。作曲の先生、三好先生に中学校の時にこれ見てごらん、よくできてるからっていうのね、それ、三好さん自体あれすごく影響を受けてますよね。大好きだったみたいで、それが第4位ですね。で3番目はですね、ベルリオーズの幻想が好きなんですね。すごくね、あれはなかなか時代にああいうその常軌を逸したことをね、古典的な形式感を保ちながらギリギリ壊れかかってる状態の、実は曲相当古いんですよね。ベートーベン直後ぐらいなんですよね。だと思います。そうですよね。驚くほど古い。であれをやったって、だからちょっとおかしかったんじゃないかって言うんだけどだけど様式感がないわけじゃなくてね、あの時代にあれをやったのすごいかなと思いました。ベルローズって確かピアノが弾けなかったというか、それこそ田舎町でピアノがなかったというか、だからギターつまみだから弾いた。だからそういえばなんか言われると分かるような気がするんですよね。伴奏の音形とかがあって、ギター弦楽器のこのね、和音みたいな。和弦でしょ、アコードでしょ。そう。チャッとかね。そうなんかね、そういうなんとなくショパンとかリストの音楽と違う。全然違いますよね。だから面白いんですけどね。じゃあ次は第2位。マーラーの復活です。マーラーは僕1番がすごく青春時代によくっていうか中学の時好きだったの、巨人がね。でその1番2番4番5番って順番で聴いてったんだけど、みんないいんですけど、どれか選ぶとしたらやっぱりその規模の壮大な大事なテーマを使った復活、それはいいなと思いました。で1番目は、ベートーベンの中でどれか選ぼうかなと思ったんだけど、やっぱり英雄3番。で僕は曲を選ぶのにやっぱりソナタ形式で書かれた曲のソナタ形式のバランスとか、なんていうかインスピレーションの豊かさを判断するんですね。だからピアノだったらワルトシュタインとか熱情ソナタ形式の模範みたいな感じで思うし、例えばカルテットだったらラズモフスキーの 3曲、ソナタ形式の見本みたいな。でそれで3番の一楽章とか特にそうだと思うので、これを選んでみました。あれ、すごいですよね。あの時代にいきなりソナタ形式をあそこまで拡大しちゃったっていうのは、肥大したソナタ形式、驚異の展開部がいきなり提示部よりもはるかに超えて新しいテーマが提示されて、だから展開部に新しいテーマの提示があってコーダで再現があるっていう二重構造を持ってるっていうね。あれはすごい、よくぞあそこでいきなりあんなことを考えちゃったな。やっぱり天才にはかなわない。見本でありながら全部ソナタ形式の見本でありながら全部例外であるっていうね。32曲のソナタもそうですけど、見本でありながら素晴らしい。でマーラーの復活の2番のね、復活の一楽章っていうのもやっぱりあれはソナタ形式の究極の進化の曲詞みたいな、二元論の曲詞みたいな構造だと思うんですね。それもわかるよね。形式感っていうのは結構ね、自分の中で大切にするんですね。評価というか好きなものに。
まあ復活はそのベリオでシンフォニアで取られたってことで、まあマーラーブームのきっかけになった曲でもあるし、やっぱり素晴らしいですよ。じゃあ次はどっちからいきます？はい、じゃあ佐藤さん私からいきましょうか。はい、じゃあ5位から。5位、佐藤さんの5位、じゃーん、メシアンのテューラガリラですね。おお、そういうとこが来ましたね。おお、ほうほう、はい。まあ10楽章ある交響曲ですけども、まあ結局ね、やっぱりメシアンの作った一つの金字塔ですよね。でやっぱりまあピアノ入ってますけどね、まあ明らかにコンチェルトなく交響曲だし、でまた音頭マルトノが非常に効果的に使われていて、やっぱり素晴らしい交響曲だと思います。あんなすごい曲がその、第二次世界大戦終結直後の1948年に初演してるってのを考えてみたらすごいですよね。あんな巨大なオーケストラでね。4位ですけども、ブラームスなんですが、さあブラームス4曲あるうち何かというと、私絶対1番なんですよ。4番じゃなくて4番じゃなくてもう絶対最初のセブンで、もうかなり耳たこもんなんですけど、でもやっぱり聴くたんびに感心するし感動しますよね。でそのベートーベンを模範にして書いた曲であるにもかかわらず、ものすごいロマンティックで、特に僕ね素晴らしいのは2楽章と3楽章って本当にいいと思うんですよね。もうブラームスじゃなきゃ書けなかったすごい最高の音楽だったし、それに、フィナーレでそのクララに当てた、要するになんかね誕生日に書いたメロディーが出てきたりって、やっぱりここら辺はさすがブラームスはやっぱりロマンティックな人なんだなっていうことで、4番はブライチですね。はい、ブラームスの1番ってとこがちょっとね面白いですね。我々もよく作曲家のね音楽談義でブラームスの4曲のシンフォニーのうち何番が好きって結構話題になりますからね。まあ佐藤さんは1番ですね。で次もメジャーな作曲家いきます。3番目チャイコフスキーです。さあどれでしょうかってことで、やっぱり私は悲壮ですね。この悲壮はやっぱりすごいで、やっぱり一番最後にフィナーレがねアダージュで終わるところが感動的ですし、その前の3楽章がもうほぼフィナーレですね。あれはすごいですよね。全身感はすごいですね。すごいですよね。で1楽章の中に感情楽章的な第2テーマがあって、第2テーマがデフォルメされて肥大化してる。そうですよね。そなた形式という感じで、でもうあれがもうとにかく流せる、もうとにかくもうほとんど交響曲の演歌じゃないかと言われるぐらい流せる交響曲ですね。展開も素晴らしいでしょ。展開も素晴らしいですよね。飛躍とかね、和音の機能和声からちょっと逸脱したところが一瞬結構でもね張り切った交響曲ですね。すっごい弱いクラリネットでバスクラリ今ファゴットって書いてあるんですけど、バスクラリネットで弾いてピアノいくつも書いてあって、それでジャーンって始まるでしょ、展開あそこら辺のあれ昔あれですよね、ゴールドブレンドのコマーシャル、いわきかなんか違いの分かる男ってのはあの場面でコマーシャルでしたね。あれは秀逸なコマーシャルでしたはい、じゃあ2番ですけど、私もマーラー来ますね。私は9番ですね、やっぱり、彼が世の中に別れを告げる交響曲、まあチャイコフスキーの悲壮と通じますけど、一番最後がアダージョの素晴らしいゆっくりとした楽章で終わってるっていう。佐藤さん本当ロマンティストですね。そうですね。マーラーの9番もチャイコフスキーの悲壮も構成的にはちょっと似てるじゃないですか。似てますね。三楽章に力強い行進曲調というかブレスケみたいなのがあって、4楽章でもう本当に面々として沈戦していくという。ということで皆さんお分かりでしょうけど、私の基準はこれなんですよ。交響曲はロマンティックじゃなくていけない。なるほど。ということで、それが佐藤さんの独断と偏見。だから1位はその究極です。ラフマニノフの2番なんですよね。もうこれはもう交響曲におけるラブストーリーと言われてる1時間かけて延々甘ったるい音楽をですね、こうもうムードミュージックなんてそこら辺のもの全部かなわないぐらいもう甘美たる音楽ですね。もうこれ以上素晴らしい美しい音楽はないんだけど、まあ3楽章は有名ですから皆さん好きでしょうけれども、僕はもうとにかく1から4楽章までもう本当にもうしびれっぱなしのもう一番好きな交響曲ということで、これが私のベスト5でした。いやなんかそれぞれ皆さん面白くって、その後で言う私はちょっとプレッシャーになってきましたねじゃあ松尾さん5番から5位からいきましょうかね。私はね本当悩んだんですけれど、5番目はねチャイコフスキーの中では
もちろん一番すごい曲は悲壮なのは重々承知なんですけど、自分としての愛着という点では5番なんで、まず5番、ベスト5の5位はチャイコフスキーの5番、これはやっぱり、曲としても素晴らしいですし、女装主題が全体を統一していて、最初モールで始まったのが最後蝶々になって大々的に回帰するなんて本当かっこいいですし、で何が思い出かってムラビンスキーの式で生で聴いてるっていうもう生で聴いたんだ。生でもうこれはもうちょっとあれはね、瞬間いまだになんかこう目を閉じるとその時の情景が東京文化会館のですね、端っこの方の席で聞いたレニングラードヒル、やっぱり忘れられないですね。そういうやっぱり思い出があるんですね。はい、じゃあ4位は4位、これまたロシアになっちゃうんですけど、意外な曲です。マニアックだろうなこれは本当に、スクリャービンなんです。スクリャービンっていうと普通大方は4番の法律の詩とかねを挙げるでしょうけど、私はなんと2番なんです。マニアックもう若々しい青春の息吹のような曲で、俺聞いたことね5楽章あるんですけどね、一度聴いてください。涙出るぐらいいい曲。そうですか。あまりに日本で演奏されないのが残念でならないんですけど、演奏されないですね。自分がね日本で生で聴いたのは1回かな、大野和志式東京フィルの定期演奏会で聴いて、これはいい曲だと思って打ちのめされたんですけど、これはもうすぐ CD 買いましたけど。じゃあ同級生の大野さんの影響ですね。大野さんがよくぞ東京フィルにね着任してもうすぐの2回目か3回目の定期演奏会でそういう選曲をしていて、さすがだなと思ったんですよね。第3位もっとマニアックだと思います。もうね誰も知らないかもしれないイギリスの作曲家ウォルトンの交響曲第1番。知らねえ。これねいい曲なんですよ。たまにラジオで聞いたことあるかもしれない。よかった。これウォルトンって何曲書いてるんですか？2曲しか書いてないんです。方ものすごく作品が少なくて、でもって音楽学校とか行ってないし、独学でやってる方だし、いいねそういう人ね。で1番はサイズとしてはちょうどラフマニノフの2番のような、20世紀ロマン派みたいな感じなんですけど、2番はもうかなり晩年で、少しモダナイズされて、なんか近代新古典的になって三楽章なんですよね。これちょっと聞いてみたいですね、ウォルトンの1番。私は本当にマニアック路線を言ってますが、しかし次はもうベタベタです。じゃあ第2位。はい、第2位は、本当はベートーベンはベストワンにしなきゃ失礼なんですけれども、僅差で2位です。私にとってのベートーベンのシンフォニーの一番好きなのは何かっていうところは、圧倒的に第7なんです。ベト7ですか。ベト7なんです。あの曲、子供っていうか中学高校の頃にLP レコード4枚ぐらい擦り切れるぐらい聴きまくった記憶があって、人の心をつかむ攻撃ですよね。であの頃ベートーベンはほぼ耳が聞こえなくなったにもかかわらず、あんな聴く人の心を勇気づけるような曲を書いてると思うと、なんかこう聴いてるとなんか涙が出てくらい嬉しくなるというか、感動するというか、そのリズムを強調した交響曲で、その感情楽章は全然ないですけども、でも実際には2楽章は感情楽章ですね。ですごくペーソスあるし、やっぱりそういう意味ではね、起伏がすごくある交響曲ですよね。では1位はこれね、重たい曲なんですよ。こんな曲ベストワンにするのって変じゃないと思われるかもしれないんですけど、マーラーです。やっぱりマーラーは何番だろうね。3人ともマーラーを上げたね。マーラーはでも2番でも9番でもないです。私の場合は6番の悲劇的なんです。面白いもんね。本当に。僕ね、悲劇的ってね、3楽章素晴らしいと思う。感情楽章ね。その他形式って言ってるの面白いね。1楽章。1楽章はマーラーにしてはそうなんですよ。古典に回帰してるけど、でもちょっとマーラーの中では取りようによっては3つ主題があるという点においてはちょっとブルックナー的な作り方をしているというっていうふうに捉えられるんですよ。マーラーは基本的に完全な二元論の人なので2つしか主題を置かないんですけど、あの曲に関してはちょっと3主題交響曲なんですよね。あと修楽章が非常にうまくできていて、
ものすごくドラマ仕立て長大な助走があるけどやっぱりマーラー流のそなた形式にちゃんとなってるっていう。であれね、マーラーハンマーが「あ来るぞ来るぞ来るぞドカーン!」ってくるでしょ。本当に来るぞって感じでね、あれもう10分に1本入るわけだからバンスタインは3発目もやってますけどね。そう、はい、初版でスコアに書いてるけどあまり年季悪いから消しちゃったっていう3発目のハーモニーハンマーでね。ハンマーやっぱり3発目はあった方がいいですね、やっぱり聞きたいですね。はい。で結局マーラーは3人とも入りましたね。まあ、やっぱり現代においてオーケストラ音楽の最重要レパートリーはマーラーとやっぱり言えるんでしょうね。じゃあ中川さんのリクエストで番外編いきますか。僕も番外編ありますけど、はい、じゃあ中川さんから番外編を発表してください。5番目に食作帯選びましたよね。はい。それで、そのじゃあ次に来るものなんですけど、ウェーベルのシンフォニー。おお。音楽史的に交響曲じゃない交響曲。2楽章ね、2楽章のバリエーションって、あれはまあ純粋にもう厳密な12音なわけだけども、それにしてもなんかちょっとチャーミングでデリカシーがあるじゃないですか。まあちょっと批評にならないけどね。でまあ現代音楽につながる歴史的な価値というね、ことでちょっと選んでいる時点でした。それでハイドンのロンドンってのは、まあ、これはロンドンって108番104番104番、一番最後番号付きの番号で一番多いやつですよね。僕ねメロディーがある音楽も大好きなので、やっぱりメロディーとこうソナタ形式とのバランス、構成とのバランスですよね。つまり叙情と構成とのバランスがやっぱりハイドンロンドンは結構、あとシューベルトとザグライトかな、ちょっとはみ出してる、ちょっとこう長すぎてはみ出してる、決して長くないと思うんで僕、肥大した形式はもう計算通りだと思うんですけどね。シューベルトってその前の未完成から異常に飛躍してるんですよね。そうその前となんか違う人じゃないかっていうぐらいこうすごいですね、あのギャップは。要するにどうかしてるんじゃないかってぐらいですよねある意味じゃね、この褒め言葉で言えば。であとですね、松村定三先生の交響曲、60年代ぐらい、それがこうノミネートされてました。あれは僕こう混沌としたでも統制されてるあれが好きで、最後のチューブラベルだけ残るところね、印象ですね。ミニマリスティックなところ印象ですからね、印象強いですけど、でその4曲がちょっとせめぎ合ってました。こうじゃあ私も1曲だけ番外編があるんですけど、実は八代さんの八代明夫の交響曲、やっぱりねあんまり言われないんですけど、交響曲ってどうしても日本だと涅槃交響曲の方に話題いっちゃうんですけど、これ八代さんこれ多分20代だと思うんですよね。それこそ20代の終わり28ぐらいで書いてる交響曲ですけども、まあよくぞここまでこうヨーロッパ的な交響曲をここまで完成度の高いもので書いたなって同時に日本的なその特徴もちゃんとあって、レールの天や天や天天や天や2楽章のリズムとか独創性とそれからヨーロッパのこの伝統とかがうまくこうミックスされて非常に完成度の高い交響曲だと思って私は素晴らしいと思ってますが、辞典でした。はい。なるほど。私はね辞典というかなんとかね、番外編ですか。番外編というか自分の中ではひょっとしたらもうベストワンでもいいぐらいすごい曲だと思ってる曲があるんですけど、残念ながらタイトルが交響曲となっていないので一応今回は遠慮したんですけれど、実はすごいなと思ってる曲があって、それは何かというとポーランドの現代作曲家ビトルド・ルットスワフスキのリーブルという、オーケストラの本とか書とか訳されますけど、あの曲はやっぱりちょっともうやっぱりシンフォニーの20世紀の最高傑作じゃないかと思うぐらいすごい、リーブルと言って言いながら実質シンフォニーである。やっぱり音楽賞ありますし、トーンクラスター処方と、音の細胞をこう増殖させていくような処方と、で楽章と楽章のブリッジに管理された偶然性をちょこちょこっと使って、それが最後に4楽章でその管理された偶然性だけで、壮大なクライマックスに持っていってでもう完全にカオス状態になったところで今度はクライマックスで決然に向かっていくっていうものすごいドラマがあって、20分ちょっとぐらいの曲なんだけれども、なんかもう音楽の重さからするとマーラーのシンフォニー曲ぐらいのようなすごい世界を持っていて、これをシンフォニーと言わせていただけるならもうベストワンでもいいぐらい素晴らしい作品だと思っています。かなりご自身の作曲に影響
もう正直に言ってしまうと、影響を受けまくりました私の師匠だと思ってます、ルトスワスキーは。直接教えは請うておりませんが、同じこと考えた僕も今、影響を受けられたんだろうなと、だよね。ピンときた、やっぱりみんな同じようでもやっぱりそれぞれやっぱりバラバラになるもんですね、やっぱりね。面白いですね。面白いですね。またこういうお題はいろんな方とやってみたいですね。そうですね。はい。はい。